なんか大阪と京都って雰囲気が全然違ってて、なんか京都はやっぱちょっとなんかおしゃれで、なんか歴史あるところやから小旅行とかでよく来るんですけど、めちゃくちゃどこでも綺麗で好きですね。実家が大阪なんで、台湾でずっと住んでたんですけど、帰ってくる時は全部大阪に帰ってきますね。大阪って台湾っぽいって結構言われてて、距離感とかがマジで台湾と関西似てるんですよ。初対面でも結構すぐ仲良くなるみたいな、あんまり距離を置かずに結構踏み込んだ質問もするみたいなのは割と似てるかもしれへんです。大学1年の夏休みにフィリピンに1ヶ月語学留学で、その体験がほんまになんか特殊すぎて、日本とやっぱ全然違うってのは分かってたんですけど、実際行ったらほんまに違いすぎて、なんかその時に一人で生きてく力みたいなのをやっぱ養わざるを得なかったんですよね。じゃないと生きていけへんと思って普通に夜は一人じゃ出ちゃいけないみたいな、日本であんまり正直ないじゃないですか。特に別に男の子で、僕割となんかタッパもあるんでそんなこと言われないんですけど、やっぱそれでもまあその治安面から見て出ない方がいいよって言われて、あ、なるほどと思って、もう出ませんでした。自分からこう発信しないと、まあ、英語とかもちろんそうですけど、自分の思いを伝えないと向こうに伝わらないので、空気読むとかあんまないじゃないですか、海外ってだからそういうところで自分の意見をちゃんと持たんとノーと見なされるんやなっていうことに気づきましたね。大学の3回生にサマープログラムみたいなんで1週間だけ行きました。正直ぶっちゃけ言うと台湾っていうのをあんまりなんか漠然と親日みたいなのはしてたんですけど、それ以外はあんまり知らなくて、奨学金プログラムみたいなんで助成金を出してくれるっていうことで、台湾に行こうっていう感じでしたね。だけどそのプログラムがなんか1週間現地の学生と交流してインターナショナルビジネスを勉強しましょうみたいなやつで、その1週間でもう台湾の人が優しすぎて、なんかもう俺がコンビニ行く時とかでもなんかもう全部ついていくよみたいな、君知らないでしょ台湾みたいな、言語もわからんやろみたいな、いや英語喋れんやけどなとか思いながら、やけどそんなにもうめっちゃ日本のことを好いてくれてて、なんかすげえ場所やなと思って、そっから興味持ちましたね。街中歩いたら日本語だらけなんですよそれはなんか日本文化がすごい根付いてて、日本の企業さんがもう台湾にいっぱいあったりとか、台湾の人が日本語を話せる人がかなり多いので、そんなになんか文化の違いっていうのは感じなかったですね。日本人より日本文化に詳しい人多いですよねなんかこの漫画最近流行ってるよねとか、なんかめっちゃ言われるんですけど、ごめん俺あんまちょっと昔のやつとかはならわかるけど最新のまで追ってへんわみたいな結構あって、アニメとかのポップカルチャーが好きっていうのもあるし、その日本の旅行が好きで、その行った時に日本の人がすごい優しくしてくれたっていう人が好きっていう側面ももちろんありますね。台湾のその様子がもうおかしくて、もう日本行きたいすぎて、もうチケットとかもうめちゃくちゃ高くなっちゃうぐらいに、本当にみんな今解禁を待っていて、早く日本早く日本っていう。で僕もやっぱそれに向けて作品を作ってるので、早く本当にもうこれしか言えないです。早く本当に始めたのは4年前ぐらいで、自分のこのチャンネルを持ち始めたのが2年前ぐらいですね。日本文化っていうのを日本人として、海外の人に紹介できたら面白いかなっていう。やっぱまだまだですけど、なんか結構多くの人に作品を見てもらえるようにはなったので、なんか自分的には割と一つの段階にまで来たのかなっていう。なんかいろんなクオリティの高い日本旅行をなんかただ紹介してるだけじゃなくて、ほんまに来てもらうっていうアクションを起こすまで落とし込めれてる、今これ入ってこれないですけど自分的にはそれは結構満足はしてますね。YouTuber っていろんな見方をされるじゃないですか。結構ネガティブな見られ方もしたりするんですけど、なんか僕はすごいこの仕事を誇りに思っていて、なんか自分で企画考えて撮影の演者もやって、なんなら撮影もカメラマンもして編集も全部自分でして、なんか
結構いろんなことをできないとこの仕事って成り立たないので、なんかそれを自分一人でできてるっていうのは結構誇らしいですね。真面目に堅苦しく動画を撮るのも結構好きなんですけど、やっぱりその自分は YouTuber っていうその身近さみたいなのを生かして、結構もう普段は楽しく、なんか日本旅行とかもそうですけど、やっぱ自分が一番楽しむってことをモットーにしてて、じゃないとなんかいい作品が撮れへんから、とりあえず自分が全力で楽しんで、その様子をうまく綺麗な映像とかと合わせて、日本旅行っていうところでなんか興味持ってもらえたらなっていう作品作りですね。最初それこそフィリピンに行ったっていうところで、なんかそれはもう自分で稼いだお金で自分で行こうって思ってて、大学生からしたら20万とかって超大金で当時。で、もうそれを自分でちゃんとこう努力して稼いで自分で払ってるので、なんかもう後戻りできないじゃないですか。っていう環境をもう作ってしまえば、なんかもうやるしかないのかなっていう。親のお金とかを使っていっちゃったら、なんかちょっと怠けちゃうじゃないけど、自分主体じゃないのでやらされてる感みたいな。でそれがやっぱ自分主体やったら、なんか言い訳もできへんし、言い訳そもそもしようとも思わない。自分がしたいと思ったことやから。だからそこの環境に自分が身を置くっていうのを結構大事にしてるかもしれないです。出役としては結構4年ぐらいもうやらせていただいてるので、逆に今度はちょっと裏方って言ったらあれですけど、なんかもっと自分が出演する以外の側面、例えば、後輩のこう育成したりだとか、別に僕じゃなくても別の人が動画に出てとかっていうのもなんかゆくゆくはやっていきたいですね。まだ今は演者としてとりあえずやるんですけど、そういうところもなんか考えていけたら面白そうかなっていう。なんか自分が後悔しない選択をするっていうのはめちゃくちゃ心がけていて、というのもなんか高校の時に僕留学にそれこそカナダに行こうとしてたんですよ。で、高校の留学って当時結構珍しくて、で、それを自分がしたいって思ってたのに、なんか決まったのにもう途中で怖くなっちゃって海外に行くのが。もう嫌って言ってなんかドタキャンしちゃったんです。ほんまに申し訳ないなと思うんですけど、なんかそれ以降、なんかすげえ後悔をしてその決断に対して。でも今後生きていく上で、もうそういう後悔は絶対したくないから、じゃあ大学に入ったら、海外留学行こうっていうことでフィリピンにもすぐ自分で行動していったし、自分がいいと思ってたら、それをすぐもう突っ走ってやった方がいいなっていうのをめっちゃ思って、そこで後悔するんやったら、なんか、めっちゃ失敗して笑われた方が、自分的には多分満足ができるんじゃないかなっていうのは思います。フィリピンに行った自分に感謝したいですね。なんかそれまでは結構殻ぶち破れない系男子だったんですけど、なんかそれを機に本当に何でも積極的にするようになりましたし、なんかよく決断したのはそんな別にメジャーなことでもなかったんで、自分で全部調べて、自分でなんか向こうの人とも連絡してみたいなのをしてたんで、なんか18歳の時にそういうことを自発的にできた自分、偉いぞって感じですね。大好きすぎてちょっとどうしようかなっていうのが結構あって、いやなんかそれを言うとなんかナルシストやんとかって思われるんですけど、結構そうではなくて、なんか自分の信念に基づいていろんな物事を考えられるっていうのが自分では誇らしいなっていう、そこですね。それこそさっき言ったその後悔しないような選択をするっていうなんか軸が結構自分の中で出来上がってるので、あんまりブレずに後悔するような選択はもう捨てちゃうみたいな、今のこの自分の考え方を持ててるのがなんか自分は嬉しいし、そういう自分が結構好きですね。